幸せでしたね。出産とは一番大きく自分の人生が変わるタイミングなんだなって思いました。いや、めちゃくちゃ痛いし、その時は無理って思ってましたけど、なんか今もうそんなの忘れちゃってます。やっぱりどこかのタイミングでは必ず子供に恵まれたいなとは思っていました。ライフステージ、自分のプランみたいなのを立てていたので、40までにはっていうところと、35からやっぱりこう妊娠力が減ってくるっていう、そのちょうど間っていうのが私の中で38かなっていうふうに決めていたので、そのタイミングで欲しかった。なんか本当はもしかしたらすっごい早くから子供が欲しかったのかもしれないです。でもやりたいこともたくさんあるし、でも仕事も諦められないですし、なんかすぐできるものではないから、なんかぐっと抑えてた。でも女性にとって年齢って限られてるし、焦ってました。30代に入ったタイミングでは結構焦ってましたね。私妊娠できるんだろうか。35を超えてから、もう本当に今妊娠のことを考えないと、そのギリギリのタイミングで自分の人生後悔したくないなって。不妊治療もそうですけど、先生のところに相談しに行ったっていうのがきっかけではありましたね。自分の子宮内を検査した。ポリープがあるから今のままだと、ちゃんと着床しない可能性が非常に高いんで、取る手術をした方がいいですよっていうことを、先生から伝えていただいたので、そもそもポリープって何ですかみたいな。そんなところにポリープってできるんですかみたいな。今回の子宮内膜ポリープといいまして、その子宮の内側にできる、内膜にできるポリープになります。で、ポリープってのはポリープ状っていうか、そのポコッとなんか膨らむような感じで、子宮の内側がデコボコするような感じになってきますので、そうなると平らな内膜に比べるとかなり変形してきてしまうので、それが一つ不妊の要因になってしまうかもしれませんし、そのポリープによってデコボコすることによって、出血が止まりづらくなったりして、この月経が長引いたりだとか、不正出血といって生理以外の時に出血したりとか、あとはデコボコするとその間に菌が繁殖して子宮に内膜炎って言ってですね、内膜に炎症を起こしたり、そんな要因になるとも言われています。それがそれぞれ全て不妊に影響するわけですね。すごく健康だと思ってたので、自分が。なので受精卵さえできればすぐ着床させて子供を授かれるんだって思ってたんですけど、その前にポリープを取るっていうことをしなきゃいけないんだっていうふうには想定してなかったので、なんか自分の中で早くちょっと焦ってたんですかね。なんか子供に早く恵まれたいってすごい思ってましたね。意外と悩んでたんだなって思います。ポリープが発見された時も実はすごいショックだったのかもしれないですね。でもなんかいい病院に巡り会えたので、先生からのアドバイスもすごい的確でしたし、早く取った方が次のステップに早く行けるよっていうところで、大きく分けて、まずはブラインド、見ない、ちゃんと確認をしないで子宮の内膜をソーアとやってですね、機械で削るような感じでやるのが一つあると思います。ただそれは内膜を傷つけてしまうリスクもありますし、そもそもちゃんと直視で取ってないので、残存してしまうリスクもあるかもしれません。あとは子宮鏡の手術ってことになるんですが、これまでは電気メスを使ってですね、子宮内膜のポリープをメスで切り取るっていうようなことを行うことが多かった。で、そうすると今度は電気メスによって内膜にある程度必要以上の損傷を起こしてしまうリスクもあるので、内膜がある程度再生するまで
移植が再開できないというデメリットもあったわけですね。で今回使ったそのシェーバーっていうのは、細い管の先、髭剃りの刃のようなものがついていて、そのポリープを削り取るような手術なんですけれども、電気メスを使わないデメリットと、太さが細いので、麻酔も最小限ですし、前日から子宮の入り口を広げるって操作も必要。でなおかつ、子宮鏡カメラで見ながらやっていくわけですから、そういう残しもないような状態で、しっかりとできる。もう終わったんですかっていうような感じの手術でした。本当に日帰りで仕事に行ってもいいよっていうふうに先生には言っていただきましたね。やはり最近その女性も皆さんお忙しいですし、その忙しい中で不妊治療をやってる方も結構多いわけですから、そこに入院っていうのが加わるのは、かなりのストレスになると思います。手術時間自体はですね、実際には5分もかからないと思います。それも日帰りでできるっていうのは大きいとは思いますね。着床させる日が一番ドキドキ実はしていて、その時は神様何とかしてくださいってすごい願った記憶があります。1週間後ぐらいに結果は出ますって言っていただいて、その1週間は本当にドキドキしてましたね。みたいな、私妊娠したんだっていう、一番嬉しかった出来事かもしれない。ここまで頑張っていろいろやってきてやっと妊娠できたっていう、私よく頑張ったって褒めてあげたかった。難しい。ここ考えるんですよね。どこが頭でどこが体ですかとか。これとか初めて顔が見えた時のなんか顔笑ってるなって、可愛い。生まれる瞬間は声するかなって、なんかおぎゃーっていう声するかなって言うじゃないですか。でもすぐおぎゃーって言ってたんで、生まれたみたいな。めちゃくちゃ嬉しかった。やっぱり自分より大事なものができた。仕事をしながら、私この子のために頑張らないとって思えたりだとか、もうおむつ何回変えてんのかな私一日にみたいな。でも寝てる顔見たら可愛いな、幸せだなの繰り返し。いや、もうかけがえのない宝物で天使ですね。あと私を元気にしてくれるパワーの源です。